これだけ言ってきます。僕ずっと霊談に聞いてました。一言言ってました。宇宙戦争起きる。最近ね、ネットの中で2032年に小惑星が月とか火星とか、まあ日本の4分の1とか10分の1とかぐらいの星が、まあ衝突するかもしれないっていう話があるんです。地球と。地球と。でまあ実際 NASA の中でも観測していて、まあ 2.2% ぐらいの確率であり得るよねっていう話は出てる。何かが当たるって言ってもイメージできないと思うけど、ソフトボールがあるじゃない。ソフトボールぐらいの石が宇宙から飛んできて地球に当たったらどうなると思います？破裂？はい、崩壊します。その下で？はい。そのぐらい実は私たちのその地球っていうのは外気にさらされてて危ないんですよ。危ないけれども地球がなんでこんだけ太陽系の中で持ってきたかっていうのは成層圏っていうのがあり、そこに今度は酸素と窒素を含んだいわゆる大気があって、その成層圏から大気に入る時の摩擦熱でほとんどのものは燃えてしまうっていう関係性があるから大丈夫だった。もっと言ってしまえば地球っていうのは大気と成層圏の間のいわゆる膜があるでしょ？その突入する時のその誤差があるんですよ。それがシールドになってるんです。ただ、ソフトボールタイプの例えばそういう隕石のかけらとかそういうのは、実は、弱者で、見ても、NASA で見ても、年間で何十個も何百個も何千個も飛んできてるの。観測はされてます。けど、はっきり言ってそういうものっていうのは、成層圏にたどり着いて落ちる瞬間に秒でなくなるんですよ。燃えてしまう。9G とか 10G とかかかっちゃうと、G って重さね。重力がかかると、もうその重力によっても破裂するんですよ。ただ、惑星になると、燃え残るんじゃないの？惑星の大きさは燃やせないよね。惑星の大きさは G も跳ね返すよねっていう考え方が今回のぶつかんじゃないのっていう考え方。結論から言います。ぶつかりません。おー、よかった。はい。ここの東西、昔から言われてるんですよ。ハレー彗星の次何が来るよとか。いっぱい、なんとか彗星、なんとか彗星、あとはなんとか十字クロスとか、いろんなあったじゃん。ポールシフトがずれたなんとか。なんでこんなみんな暇なこと言うかわかる？儲かる。儲かるの。儲かるの。みんな覚えてて。儲かるんですよ。暇でしょって思うでしょ？なんでこんな暇なことにみんな首突っ込むの？そう。暇な人たちが首を突っ込んだらお金が動くんですよ。覚えててね。だから、こういう話っていうのは、一つの、まあ、デマですけど、私たち、こう、デマに振り回される人間は、なんでデマ言う人たちって時間もかけてこういうことするのと思うでしょ？皆さんが想像以上に、もう、すごいお金が動きます。それによって儲かる人たちがいるんですよ。だから、こういうデマを流します。で、1999年も何も起きなかったし、今まで小惑星がぶつかるよ。こういうことが起きるってことは何十個も言われてきたんですよ。はっきり皆さん言いますよ。一個も当たってないです。絶対これ危ないでしょって言った人は本当に分かってたら逃げるでしょ。怖いでしょ。確かに。違いない。ね、そういう人たちが堂々と画像も作って、サイトも作って、噂流してってことにお金かけてること自体も変なんだよ、皆さん。ね、分かっていただきたいし、で、32年といえば、そんな遠くないんですよ。あと7年後だ。そうなのね。あと7年後にそれがぶつかるとなって、世界中のメディア含めて世界の国々が何の対策もしない、何の声明も出さないとおかしいと思いません？もう地球の危機なわけですね。地球の危機です。はい、本当にぶつかる。さっき言ったようにソフトボールぶつかる。もう、究極ですよ。ビー玉でもダメです。ビー玉でも起きます。なぜかというと原子のぶつかりになっちゃうから。原子のぶつかりっていうのは、私たちのこの大気、ものって全部原子でできてますけど、プラスマイナス、プラスマイナス、プラスマイナスっていう風に、プラマイプラマイで動いてるの。これがある瞬間に、プラスマイナスがプラスプラスにひっくり返った時に、全部がオスロみたいにひっくり返っていくんです。これが爆発です。これが原子爆弾です。わかりやすいでしょ、皆さん。わかりやすいです。だから、塵1個でもいいんですよ。目に見えない素粒子でもいいんですよ。これ小さいものの中の電子の動きが1個プラスマイナスが逆になるだけで、磁石同士が反発するように全部反発するんです。これがいわゆる爆発です。
ウランっていうのは、そういうものを持ってるものなんです。まあ、ウランの、全てのウランじゃないですよ。ウランなんとかかんとかっていう数字の中の一部ですけど、これがいわゆる地球上の中で絶対プラスマイナスのその配列を変えないに、ウランのこれだけは変えられるんですよ。っていうのを発見したわけ。それが核爆弾になった。はい。いろんな科学者たちが見つけたんです。ニトログリセリンとかそういうものが出てきて、最終的にウランっていうものの中にある、その核融合する物質を取り出す方法を見つけたんですよ。まあ、遠心分離とかね、いろんなやり方があるんだけど、それで出して、そこに置いた瞬間に爆発するっていうね。だからそれが、同じことで、惑星がぶつかるってことは、いわゆる地球上にない動きのものがぶつかるから、それがビー玉1個であったとしても、全部の爆発を起こすっていう意味です。ないですよ。よかった。よかった。起きない。起きない。けど、皆さん、これだけ言ってきます。僕ずっと霊談に聞いてました。スピーチャーでやるよ、俺だって。聞いてました。で、小惑星ぶつからないって言ってました。ただ、一言言ってました。宇宙戦争は起きる。宇宙人来るからと。宇宙人？はい。その7年の間に宇宙戦争は起きるって言ってます。宇宙人と地球人の戦い？はい。それ地底じゃなくて。地底人も出てくる。地底人も。はい。出てきて戦いになるそうです。まあ、戦いっていうのはボン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 殺しちゃうミサイル撃ってとかそういうことじゃなくて、話し合いをしたり、ああしたりこうしたりっていうことは起きるって言ってました。だから宇宙人が降りてくるので、そもそも霊団曰く地球潰れるわけないだろっていう言い分でした。なるほど。へえ。じゃあやっぱり記者会見が行われるんだ。記者会見っていうか合同記者会見はするし、地球人って全部隠すでしょ？地底人のことも隠してるし、宇宙人のことも隠すわけだから、今回は宇宙人が来て、地底人が来て会見すると思います。ある瞬間テレビメディアが全部乗っ取られて映像が流れると思います。わあ。それはどこかの国とやるわけじゃなくて。そんな原始的なことをする必要ないよね。確かに。彼ら全部メディア取れますから。ね、波動で全部ね。波動で全部自分でチャンネル取っちゃって、それこそタイムズスクエアの画面も全部宇宙人になっちゃうんです。ビーッパッって感じ。ビーってパッって全部宇宙人が出てきて喋ると思います。ああ、間違いない。そんなのいちいち地球人に言う必要ないです。うん。お前たちこういうやり方したらどうなんだってことは言われます。そういう僕は宇宙時代にいます。で、そういう予告はされてます。もうすでにアメリカもロシアも大国は。だから今宇宙連合軍作ったんです。皆さん宇宙連合軍っていう漫画みたいなものを今世界がやってるんですよ。だから宇宙連合を作る必要ないじゃないですか。何のために？宇宙から誰か来るからですよ。死者が。死者がやってくるんだ。そう。宇宙連合何のために作るかっていうと、例えば宇宙から何か死者が来た時に、日本はこう対応します。アメリカはこう対応します。ドイツこうしますだったら揉めるでしょ？そうさせないために連合を作っといて、何か来たら連合で対応しましょうってことなの。地球代表として。代表として。そうするための連合なんで。決して宇宙防衛軍って言葉になってるでしょ、今。なってるのも、その防衛軍の中で、まあ、いわゆる国連みたいに防衛軍の中で、宇宙人が来たら、こういう対応しましょうねっていう、いわゆる、アクションプランを作ってるってことです。こんなこと言う人いないからね。ということはもう確実にね、来ますよ。この動きになってるわけですね。この7年の間行きます。もう、ハルさんが言ってることを、はっはっはって笑った人は、7年以内に僕のことを神だと思いますから。ここまで言ってる人いませんから。そうね。必ず来ます。だから準備はしててください。ただ、例えばコロナが起きる前、2016年とかに、すごい疫病が入りますよ。世界中でたくさんの人が死にますよ。みんなマスクしますよ。家から出れなくなりますよ。地球上が金で汚れますよって聞いたら怖いよね。怖い。そんな予言されたら。でも実際私たちが経験したら、かかっちゃうときついけど、まあどうにか大丈夫だったよねって感じじゃない？そういうことと一緒なんですよ。いろんな予言をすると宇宙人がいっぱい飛んできます。たくさんの宇宙人行きます。こんな予言されたら怖いよ。怖いよね。で、死んじゃう人もいるんですよ。自殺する人も実はいます。こんな世の中に行きたくないっていうそうですよ。こういう悪い噂が流れたら死ぬ人多いんですよ。みんな知らないでしょ？すぐ死んじゃうんですよ。世の中は墓なんで。世界でも多いんですよ。だから、こういうことを発表しないんですよ、みんな。急に起きた方がいいの。そっかそっか。準備せずにね。でも急に起きても、どっかの回で言いましたが、次元の違う人、もうステージが違う人は関係ないんですよ。巻き込まれない。お前いい顔してんじゃん、宇宙人。今度会おうな。っ
。だって彼らだって僕らを滅ぼしたいんなら、ミサイル一発撃って地球壊してますよ。ね。ね。ビー玉投げれば終わりなんだ。そう、ビー玉投げれば終わりなんだから。それをしないで、いちいちタイムズスクエアの画面を乗っ取るっていうことは、会話したいわけだよ。そうだね。話したいんですよ。なんとかしてあげる。要望があるんですよ。僕らを植民地化したいんだったら、勝手に頭の中にピッ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 ってやって、みんな洗脳して洗脳して家畜みたいに使えばいいんだよ。そんな皆さんが考えてきた SF は起きないってことです。やはり知能の高い人たちは私たちを生かしたいと思う。だけどこっちが何か乱暴なことをするかもしれないから、タイムズスクエアを全部一回ジャックして。ジャックして、こうだ、ああだって、お前たちがやってきた歴史はこうなんだと。アメリカがやったのはこうなんだ、ドイツはこうなんだってなると思いますよ。まあ、いろいろね、噂はあります。で、皆さんもネットの中で拾えばいろんな噂出てきます。例えば、もともと、そのグレー星人とかね、悪い方のその宇宙人がドイツと組んでいて、で、それでアラスカの方に基地を作っていて、で、アメリカがそれを攻撃しに行ったんだけども、敵対されてやられたとかね、やられちゃったとか、それは50年前、60年前にありましたとか、いっぱい出てきてます。いろんなニュースがね。で、最近になってもそのネットニュースが出てくるってことは、本当にあったことが明るみになってくる可能性があるんですよ。でもそういうことも含めて宇宙人の言い分があるんで、別にそういうことをしたかったわけじゃないよとか。ただ、これも分かっていただきたいのは、そのタイムズスクエアとか、東京の新宿渋谷を全部占拠して、ジャックする宇宙人はいい宇宙人です。中には悪い宇宙人もいるんですよ。悪い宇宙人は、皆さんも分かるでしょ？悪い人は表に出ますか？出ないんですよ。裏でやるんですよ。そうですよね。もう今悪い宇宙人がいるんです、だから。裏でやってますよ、いろんなこと。それに対して、占拠してジャックする宇宙人は、お前ら出ていけって宇宙人に言うわけですよ。ね。まあ、何でもそうです。確かに、僕前も言いましたが、悪いこと起きます。大変なことも起きますが、楽しく生きましょう。これはコロナの時もそうだったけども、コロナの時に楽しく生きたい人いっぱいいるんですよ。稼いだ人もいっぱいいます。でもそういう人たちは不謹慎って言われてるし、自分たちは良かったよっていうふうに言ったら、怒られちゃうから言わないだけで、世の中に流れている話って悲しい話ばっかりってみんな言うでしょ、もう世の中悲しい話しかないじゃん。当たり前ですよ。楽しい話はみんなしませんから。黙ってますから。そうね。そう。悲しい話があれば、その分楽しい話もあったし、辛い思いした人がいれば、良かった人もいっぱいいるの。でも良かった話をしたら、この世は叩かれるんですよ。実際、コロナの時大変でした？実際、ユイガール結成したのはコロナの時なので。ね。はい。コロナの時が私たち一番楽しかったんですよ、実は。このように正直に言う人たちもいます。だから、決して皆さん、いろんなトラブルを怖がらないでください。トラブルを怖がる人たちがトラブルと同化します。そしてマイナスを怖がる人がどんどんマイナスに同化していって、その現象が起きるんですよ。大事なことは、私たちは苦しむために生まれてきたわけじゃないし、自分たちが辛い思いをして絶望するために生まれてきたわけじゃない。いろんなマイナスや大変なことはプラスを味わうために勉強するから、まあ経験もするからね、嫌なことも起きますよ。でもその嫌なことは、次のいいことを強く感じるためにやってるんで、すべてはいいことのためにあるんですよ。そういうふうに考えていただければ悪いことは起きません。そういうふうに考えていただく方が、ステージが上がった人の考え方かなと思います。はい。ということで、2032年は何も起きません。宇宙人は来ます。来ますよね。タイムズスクエア、新宿、渋谷、大きいところも全部ジャックされます。その時はみんなで拍手して、Welcome! って言いましょう。ね。Welcome us! って言いましょう。ね。はい。というわけで、皆さん、デマには振り回さないようにお願いします。Close your eyes もう大丈夫さ Close your eyes 静かに目を閉じて